皆さん、こんにちは。今日もさやジャパニーズポッドキャストを聞いてくれてありがとうございます。以前、他のエピソードで、フリーランサーとして働くのと、9時5時で働くのと、比較して、私は9時5時で働いたことがないっていうのと、あと、フリーランサーって、いいことは、簡単に自由っていうことなので、そうじゃなくて、大変なことに、重点を置いてというか注目して、その時は話したんですけれども、その時にインスタグラムで、9時5時とフリーランサーどっちで働いてますかっていう質問をして、で、フリーランスの働き方がすごく普通になってきているのは知ってたんですけれども、まだ会社勤めが8割とか7割ぐらいかなって思っていたら、私のフォロワーさんで多分数百人答えてくれたと思うんですけれども、その中では綺麗に五分五分だったんですね。50%が、40%が会社勤めで40%がフリーランサーで、あとの20%は学生さんとかなんか違う働き方だったんですけれども、こんなに多いんだと思ってちょっとびっくりしました。でも確かに私の周りを見ても、日本人の友達は会社勤めの人が多いですけれども、外国人とかだったらフリーランスとか自営業とかっていう人がすごく多いし、実際サヤズで働いてる先生方もみんなフリーランスなので、すごくメインストリーム、主流になってきているのかなと思っています。ポッドキャストのリンクは、キャプションに貼っておくので、よかったらそれ見てください。で、そこでも、悪い点といい点と話したんですけれども、私にとっては、悪い点というか、一番大変だなって思うことは、時間の管理とか、どれくらい働く、働かないとか、どれくらいプライベートの時間を確保するとか、確保しないとか、そういうのがすごく大変だなと思っていて、他にも大変なことはいろいろあるんですけれども、そういうことを他のフリーランサーの友達と話すことがすごくよくあります。なんかおすすめの仕事の仕方とか。で、それって会社勤めだったらあんまりないじゃないですか。そのもう会社に行って働いて帰ってくるっていうのがよくあるパターンなので、どんなに嫌でも9時から働かないといけないし、どんなに働きたくても、残業以外ではそんなに5時以降働くことはないみたいな感じなので、それに比べてフリーランサーの人は10時から働き出すこともできるし、夜中の2時に働くこともできるけど、その分自分で管理する、自分でいつ働くかっていうのを決めるのって結構大変だったりするので、なんか私は何時起きが良かったよみたいな、そういう話を友達とすることが結構あります。で、私は過去4年間ずっとフリーランサーなんですけれども、未だに自分はこの方法でやろうっていうのが決まっていない状況です。今でも結構日々、これもっと働いた方がいいのかなとか、何時に起きた方がいいのかなとか、もっとプライベートの時間作った方がいいのか、それとももっと働いた方がいいのかみたいな、そういうことを結構ずっと考えています。なので、今回は、なぜ、なぜそういうふうに悩んでいるのかっていうのと、あとは、悩んでる中でも、効率的に働く方法を結構見つけてきてはいるので、それをちょっとシェアしたいなと思います。まずはですね、フリーランスと一口に言っても、いろんな働き方がありますよね。例えば私は最初の頃は日本語の授業だけだったので、こういうふうにやる時間が決まっていて、予約とかが入っていて、それに従う場合は、
時間の管理は簡単ですよね。こう、もともとじゃあ9時から5時まで10やろうって決めていて、そこに予約が入ったら、まあ、それ以上予約を増やせば働くことになるし、予約を減らせば働かなくていいということになるし、あといくら、何回授業をしたら、どれくらいお金がもらえるかっていうのも分かっているので、もし稼ぎたい量が決まってるなら、それに合わせた、時間の設定をすればいいわけですよね。ただ、こういった働き方の、まあ、欠点は、その時間ごとに払われるお金の量が決まっているので、もしもっと稼ぎたかったら時間を増やすしかないっていうのが、まあ大変というか融通が利かない点ではありますね。あとは顧客がいて、その顧客に毎回プロジェクトを提出していくっていうタイプのフリーランスもありますよね。で、このタイプも、まあ、締め切りがあるので、こう、それに合わせてやっていけばいいので、時間の管理自体はそんなに大変ではないかなと思いますけれども、私は常に顧客を探してくるっていう作業をしているのはすごいなと思っています。なんか来月顧客いるかな、来年顧客いるかなとかいうふうに不安にならないのかなっていつも思うんですけれども、なんか皆さんコネとかいろんなプラットフォームを使って見つけてきているらしく、すごいなと思っています。で、他には自営業がありますね。私も今、ほとんど自営業なんですけれども、こう自分でビジネスとかを運営して、お客さんから直接自分にお金が入ってくるっていうシステムで、まあ、これは、何でも自分でコントロールが効くので、本当に自由だし、楽しいっていう点もありますが、稼がない、頑張らないとお金が入ってこないし、こう、顧客がいて、あらかじめこのプロジェクトはいくらですって決まっているのに対して、こう、どんなに頑張ってもお金が入ってこないっていうこともあるので、そういった点では、結構ストレスを感じられるし、うまくいった場合はすごく達成感も感じられるっていう感じですね。で、人によってどんな働き方が合っているかっていうのは本当に違うと思っていて、その9時5時の方が合う人もいればフリーランスの方が合うし、フリーランスが合う人の中でも今みたいな授業とか予約系の人が合う人もいるし、もう完全に自由の方が合う人もいますよね。で、私は仕事の内容的には今やってることが本当に合っていると思うんですけれども、まあ、それはすごく楽しいので、後でちょっとこれについては後で話すんですけれども、形態的にはその時間の管理の仕方とか、働くスケジュールとか場所とかそういった形態的には会社勤めの方が多分合っていると思っています。というのも例えばフリーランスのいいことの一つにいつでも働けるっていうのがありますよね。で、私はこのいつでも働けるっていうのが結構しんどいというかむしろストレスになるんですね。あの枠組みが決まっているってすごいいいなと最近感じていて、枠組みの中での自由の方が完全に自由よりむしろ自由に感じられるんですね。どういうことかというと、こう、完全に仕事する時間が決まってなくて、いつ働いてもいいし、いつ遊んでもいいとなると、どんだけ働いていても、働い、なんか十分じゃないかなとか、もっとやった方がいいのかな、もっとこうした方がいいのかな、明日は何時に起きよう、今もう仕事終わっていいのか、この後遊んでいいのか、遊びすぎかとか、いろいろ考えちゃうんですね。逆に、
もう9時から5時まで働かないといけないけど、その仕事の時間が終わったらもう自由っていう決められた自由の方が私は思いっきり楽しめるので、こう今みたいに毎日どれくらい働くべきかを考えているのは結構小さいストレスだけど、まあじり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 感じている、溜まっていくストレスではあるのかなと思っています。多分、私は結構自分に厳しいタイプの性格、前にダラダラしちゃう自分に甘い性格と言ったんですけれども、ダラダラすることにはダラダラするんですけれども、結果が悪かったら結構責めてしまうというか、やるならちゃんとやりたいと思ってしまう派なので、いくら仕事しても、これじゃ足りないかなって思ってしまうんですね。自分で自分を満足させにくい性格っていうのもあって、多分枠組みがあった方がストレスが少ないんだと思うんですね。でも人によっては本当にこの自由な働き方を楽しんでいますよね。例えば朝ゆっくり起きて、で夜10時とか11時に働くのでも全然大丈夫。で、私はその自分に厳しい、自分への評価が厳しいに加え、社会のルールとか、社会での価値観に惑わされやすい、振り回されやすくもあるんですね。なので、こう、社会が夜は休むんだよって言ってると、それなのに夜仕事してると、なんか私、ワーカホリックかなとか思い始めてきちゃったり、そんなことを全然、日中働いてなかったのに、夜働くだけで、なんかこれは違うって思ってしまったり、なんか土日も働いて平日休む人が多いですけれども、私は土日は休むべきなんだっていう価値観にとらわれているんですね。なので、こう、結局ずっとほぼ9時5時で働いています。私は。その方が楽なので、勝手に自分に9時5時で働くんだぞって言い聞かせて、朝頑張って起きて仕事が終わったら友達に会ったり、教室に行ったりっていう生活をしています。でも結構これが大変で、というのも私かなり長い間不眠症と戦ってるんですね。昔ほど悪くはないんですけれども、睡眠薬に依存してた時期とかも結構あって、で、今でも本当に日中日差しを浴びて運動して疲れて、で、コーヒーもそんなに飲まずにとか、やるべきこと、不眠症対策として推奨されているやるべきこと全部やっても、もう寝なきゃってなった瞬間に、そのプレッシャーとか圧で緊張して、もう目がパッチリ覚めて眠れないみたいな、もう本当にマインドからの不眠症が時々あるんですね。なので、この不眠症と朝、まあ起きた方がいいんだけど、どうしても起きないといけないわけではないっていうのの相性がすごく悪くて、ちょっとでも自分に甘んじて、じゃあ8時に起きたかったけど9時に起きるってやると、じゃあ今度9時に起きたかったけど10時に起きるって、どん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 起きて寝るのが遅くなっちゃって、で、それでもいいっていう人もいると思うんですけれども、私の場合さらに、実は朝型人間なんですね。朝すごく仕事の効率が良くて、夜はもうダラダラというかやる気も全然出ないし、眠いし、働けないみたいな感じなので、こういうふうに朝起きれないと、じゃあ仕事の時間がどんどん減って、で、ああ、今日もできなかったとか自分を責め始めて、もう負のループになるんですね。で、あとは、家にずっといて働くのが大好きっていう人もいると思うんですけれども、私もそれは大好きで、結構一人でいることが好きだし、家から出るのもめんどくさって思うことが多いので、それ自体は合ってるとは思うんですけれども、でも結構な頻度で、うわ、オフィス欲しいなって思います。オフィスに行くことに憧れすぎて、オフィスに行かないけど、オフィス
用の服とか買って、なんか外に行ってコーヒーを買ってオフィスに行くふりをして家に帰ってこようかなとか最近考えてるんですけれども、お金の無駄そうなのでまだやってないんですけれども、なんだろう、オフィスに行って仕事とプライベートの区別をしっかりつけられるっていうのもいいし、あとやっぱり同僚がいるっていいなって最近思っています。私も同僚と呼べる方々はいて、まあ、一緒に働いている人たちはいて、オンラインでミーティングとかするんですけれども、なんか友達が同僚と遊んでたり、仕事の後にちょっとカフェに行ったりとか、あとはそこまで友達にならないとしても、朝仕事場に行って、おはようとか言って、あ、今日眠いんだとか、こう、いろいろちっちゃいことを話せる人がいるのいいなーって最近思っています。で、人によっては、オフィスに行かない代わりにカフェに行って仕事する人がいますよね。それでこの、なんだろう、ソーシャルライフへの欲望を満たしたり、家と仕事の区別をつけたりしていると思うんですけれども、私の場合はなんとめんどくさいことに、カフェではちょっと、なんだろう、音とか周りの人が気になっちゃって全然集中できないんですね。で、ヘッドフォンとかして音楽聴くっていう人もいると思うんですけれども、私の場合は音楽聴いてると全然集中できないので、もう耳から何か入ってきたら絶対集中できないタイプなので、あのー家で静かなところで、まあ、もしくはオフィスでみんなが仕事してるところでとかじゃないとちょっと無理なので、カフェっていう選択肢もないんですね。はあ、なんてめんどくさい人間なんだと思ってしまいますが。というわけで、その携帯的には時間のスケジュールの方法とかっていう点では多分私はフリーランスに向いてないんですけれども、さっき言ったように、仕事自体は本当に好きなんですね。結構、夜寝れない理由の一つに、不安だからっていうことはほとんどなくて、私いつもワクワクしすぎて眠れないんですね。夜もうベッドに入った時に、ああいう動画作れるとか、ああいうこと教えたいなとか、学校でこういうプロジェクト始めてみようとか、もうどんどんアイディアが出てきちゃって、楽しみになって眠れなくて、もうこの寝てる時間嫌だから早く通り過ぎて朝になんないかなとか考えてるぐらい、仕事は楽しいと思うことが多くて、もし週末に予定があったらもちろんそれはすごく楽しみで、平日仕事してる時にそれを楽しみに頑張って、例えば旅行の間とかはそれを本気で楽しんでるんですけれども、仕事、週末の終わりくらいになると、ちょっとそわそわし始めちゃって、で、それは別に、明日から仕事が嫌だな、仕事だ嫌だなとかいう意味じゃなくて、週末仕事してない間に湧いてきたアイデアを実行したくなっちゃうんですね。で、あのヨーロッパ人とかかな、他の国とか地域に関してはあんまり知らないんですけれども、私は日本とヨーロッパにしか住んだことがないので、まあ、ヨーロッパ人って結構、私生活を楽しんでくださいっていうのをすごく重要視している傾向があって、例えばフランス人とか、夏はもう1、2ヶ月丸々休んで、こバケーションの家、バケーションハウスとかに行って、もうずっとそこで休むとか、仕事はなるべく早く切り上げて、仕事後の生活を楽しむっていう傾向があって、スペインもすごくそういう感じだと思うんですけれども、まあもちろん、人によって差はあって、全然そうじゃなくてすごく働いてるっていう人もいるけど、こう全体的な傾向としては、仕事よりも、なんだろう、私生活を楽しんでください。というか仕事を仕事と呼んで、仕事じゃない生活をライフ、生活って呼ぶので、仕事は生活ではないみたいな考え方をしている人が多いようなんですね。で、結構こういう人たちって日本人がすごくたくさん働くことを批判する人が多いんですね。
で、実際に日本人はすごくよく働くし、働きたくないのに、いやいや働いていて、うつ病になっちゃったり、こう、働きたくない環境で働いていて、心を病んでしまう人っていうのも、かなり多いっていうのは事実なんですけれども、その、バカンスとか休みを楽しむべきっていう人たちが、たくさん働いてる日本人を見ただけですぐにかわいそうとかいうのは、なんかちょっと違和感を感じるんですね。というのも、実際に働くのが好きっていう人は普通にいますよね、まず。働くと、こう必要とされてると感じるとか、あとは社会にいる感じがするとか、あとは達成感を感じられるとか、働くという行為自体が好きな人もいますよね。前に私のおばあちゃんとポッドキャストを作ったんですけれども、私のおばあちゃんも専業主婦として家にずっといて仕事をしていなかった時はすごくストレスで幸せを感じていなくて、で、働き始めた、仕事を再開した瞬間にすごく人生が楽しくなった。で、その仕事はもちろん大変なことはたくさんあるけれども、でも専業主婦だった時はすごく社会から取り残された感じがしてすごく嫌だったって言っていたので、そもそも社会に出て働くっていうことが好きっていう人もいますし、で、あとは私はこの話をちょうど昨日友達としていたんですけれども、私の友達にすごくよく働く人がいるんですね。彼はフランス人の、フィルムメーカーで、広告の動画とか、ドキュメンタリーとかを作る人で、実は私が発売している、オンデマンドコースも彼が、撮影とか編集をやってくれたんですけれども、あの私の友達の中ではかなり働く方なんですね。で、昨日、あの、会った時にワークライフバランスって気にしてるって聞いたんですね。で、そしたら彼はそもそも彼のパッションが仕事。子供の頃から絵を描いたりストーリーを人に伝えたりするのが好きだったから、で、それを仕事にもできた人なので、もし仕事でそれをやってなかったとしても何かを作ったりすることはいずれにせよやっていたので、そもそもそのワークライフバランスって言っても、ワークもライフであるっていう感じなんですね、彼にとっては。でももちろんずっとずっと働いているというわけではなくて、ジムに行ったり、友達と会ったり、いろいろしているんですけれども、それは仕事から離れて、クオリティタイムを作らなきゃとかいう感じではなく、ジムに行って体のケアをしないと不健康になってしまうし、友達と会わないとソーシャルライフがどんどん消えてしまって、それは人間に必要不可欠なものであると思うので、健康に仕事をするためにもそういったことをメンテナンスをしているっていう説明をしてくれたんですね。で、それ聞いて私は、私も結構似てるなと思って、さっき言ったようにその仕事がすごく好きなので、別に仕事していても、なんか仕事したくないのにしてるっていう感じはそんなになくて、で、私の仕事はいろんなパートがあるので、嫌だなとか、あんまり好きじゃないこともあるんですけれども、例えば人を助けるとか、こう自分の価値観とか知識をこう広めて人に影響するっていう面は本当に好きなので、もし他の仕事をしていたとしても何かコンテンツクリエーションとかやってたと思うんですね。で、もう一つ共感したことが、あの私たちみたいに何かを作る仕事をしていると、日常生活がその糧になるんですね。例えば私はニュース見て、そのニュースの内容がそのままコンテンツになるし、友達と話したこと
友達と話して感じたことや知ったこと、映画を見て気づいたこと、自分が食べたもの、全部が全部、その動画とか、ポストキャストもしくは授業中に教える教材の材料になるんですね。なのでそもそもそのワークとライフを線引きするっていうことが難しい。こう結構一緒になっているんですね。で、じゃあ私はもうただただ仕事が楽しくてやっているのかっていうと、もちろんお金のためでもある。どころか結構お金の不安に駆られてやっているっていうところも大きいです。このポッドキャストは生徒さんとか先生方も聞いてくださっているので、あんまり詳しいお金の話はしたくないんですけれども、フリーランサーとか自営業の方の実態を話すと、あのエンタープレノイアとかビジネスオーナーとか言うと、お金持ちなイメージってありますよね。だけど実際は全然そんなことはないです。もちろんお金持ちの起業家はたくさんいるし、あと人よりもすごくお金持ちになる可能性は多分どの仕事よりも大きいと思うんですね。ただ自営業とか起業家って言ってももうピンキリですごくお金持ちの人もいれば、普通の会社員よりも給料が全然少ないっていう人もいます。で、あとはよく、自由でいいねとか、素敵な働き方だねとか言ってもらえるんですけれども、まあ、朝から晩まで死ぬほど働いて、なのに全然お金が入ってこないみたいな時もあります、普通に。まあ私の場合は生活が苦しいほど収入が少ないっていうことは今はないんですけれども、学校の経営って結構費用が多いんですね。その授業料が入ってきても、学校を運営するために使わないといけないお金がすごくたくさんかかって、もう私はお金持ちとは程遠い普通の生活をしています。まあこれは私の環境への配慮っていうのもあるんですけれども、去年とか服買ったの全部で何回だろう、2、3回とかだったり、全然買い物もしていません。それは、収入がすごく少ないっていうよりかは、私はもうやっぱり収入が不安定っていうのが結構不安で落ち着かなくて、なので、もし収入が入っていたとしても、いやでも、来月ないかもしれないから使わないどこって言って、支出はどん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 少なくなって、お金を貯める方向に行ってしまうんですね。まあ、なので、正直、楽しくてやってるっていうのもあるし、まあ、働かなきゃ給料が入ってこないっていう不安に駆られてやっているのもあって、まあ、その割合は、6対4とかかな。結構、その、6が楽しいんですけれども、その、不安っていう4も結構割合高いですよね。まあ、でも、スクールとか、起業して最初の2、3年はそういうふうなものっていうのは知ってるので、別にこの状況がずっと続くわけではないと思うし、あとは慣れるっていうこともあると思うので、そんなにそれに対して悩みを感じてはいないんですけれども、ちょっと話がそれすぎたんですけれども、ワークライフバランスの話に戻ると、なので、私が仕事とプライベートのバランスを取る理由は、仕事がストレスだから、ストレスじゃない時間を作りたいっていうよりかは、そういった仕事への不安に集中しすぎないように、なるべくそういうことを考えない時間を作る。気を紛らわす時間っていうのを大切にしているっていうのと、やっぱり楽しいことがあればあるほど
いろんなことを頑張れますよね。こう仕事も楽しいですけれども、その後の時間もすごく楽しむことでもっと仕事が楽しくなったりする。で、仕事が楽しいと遊びももっと楽しくなるので、まあいろんなことを楽しもうっていう点で、私は仕事以外の時間もなるべくたくさんとって、なるべくたくさんいろんなことをするようにしています。では、まあこのようにあんまり仕事の仕事する時間とかについてはまだまだ悩んでいる、んですけれども、あの一つ大切にしていることがあって、それは効率よく働くということです。私にとって効率性っていうのは、なるべくたくさん短い時間で急いで働くっていうよりかは、メリハリをしっかりつけるということですね。仕事するときはしっかり仕事して、遊ぶときもしっかり遊ぶ。work hard, party hard って言うんでしたっけ？そういう感じを大切にしています。なぜかというと、さっき言ったように私はその自己満足しにくい性格なので、ダラダラしちゃって仕事をあんまりしてないと、その後ずっと仕事の後の時間になっても、ああ、本当は仕事しなくちゃいけなかったのにな、ちゃんとやれてないねって言って、そこで仕事後の時間も楽しめないんですね。なので、そのダラダラするっていうのだけは絶対やめとこう。ダラダラ仕事して、ダラダラ遊ぶっていうのだけは、ちょっと自分でやらないっていうルールを決めています。で、じゃあメリハリをつけて、しっかり仕事をする、しっかり遊ぶって言っても、結構それが難しいってこともありますよね。だらだらしないって言っても、だらだらしてしまうことも多いので、で、ただ、そのだらだらしないっていう目標を掲げて数年やってきたので、一応結構いろんな自分なりのコツは掴んできたので、ちょっと皆さんにもシェアします。まずはコツの一つ目は、日常生活での小さなメリハリを大切にしています。例えば、私は必ずご飯を食べた後に歯を磨きます。なぜかと言いますと、家にいて働いてる時って、こう、ついつい朝起きて、ちょっと働いて、朝ごはんにちょっと果物だけ食べて、また働いて、じゃあ残りの朝ごはん、ちょっと卵とか食べて、また働いて、で、気づいたら、お昼の時間なので、お昼ご飯食べて、で、またちょっと働いて、お菓子食べてみたいな感じで、こう、ずっと何かを食べたり、家事をしたり、仕事をしたりっていう状況になりがちですよね。で、それでもいいんですけれども、私はそういうふうにやってると、仕事時間が結構長引く気がするんですね。なので、私はご飯を食べる時間、もしくは休憩するっていう時間と仕事をする時間の線引きをくっきりさせるために、歯磨きをすることでその線を引いています。なので、基本的に何かを食べながら仕事をするっていうのはあまりしないようにしている。お腹空いたなら一旦パソコンを閉じて、リビングとかに行って休憩しながら食べる。で、それが終わったら歯を磨いて、それがスイッチ、頭の中で、はい、じゃあ仕事に戻るっていうスイッチにして、また集中するっていう風にしています。お口の健康的にもこれがおすすめです。歯医者さんでよく言われるんですけれども、一番虫歯になる原因っていうのは、そのダラダラ食べして、こう常に口の中に何か食べ物が入っている状態が良くないっていうので、それだけは。あと私、あんまり化粧とか気にしないんですけれども、口の健康だけ気をつけていて、なのでコーヒー飲んだら、色素沈着するじゃないですか。それを防ぐっていう点でも、ご飯食べて、コーヒー飲んで、歯磨いてから仕事をするっていう風にしています。それから、いろんな種類の休憩を知るっていうことです。休憩っていうと、寝そべって何もしないもしくは、こう、携帯を見るっていう人が多いと思うんですけれども、家でこうずっと働いている系の人たちにとっては、休憩って結構外を歩くだったりするんですね。で、これが私は結構、
やるのが難しくて、分かってるんです。外に行ったら気持ちいいし、気分もしっかりすっきりするし、健康にもいいって分かってるんですけれども、いやなんか外に出て歩くだけ歩いて同じ場所に帰ってくるってなんて効率の悪いことなんだとか思っちゃって、なかなか行きづらいんですけれども、でも疲れてる、なんか仕事したくないっていう時に私はベッドに寝転んで、で携帯とか見始めちゃって、でもちろん疲れも取れないですから、いつまで経っても疲れが取れないなーって言い続けて2時間ぐらいそこにいて、でふと思い立って外に行って10分歩いたら急に疲れが取れたみたいなこともあって、早くやれよって思うんですけれども、もうなんか私はかなりめんどくさがり屋なので、なかなかそうもいかないことはあるんですけれども、皆さんは家を出てください。もなんか疲れたなと思ったら、なんか疲れたなでも寝そべっても寝転がっても全然疲れが取れないなと思ったら、家を出てください。はい。最後にもう一つだけ、もしあんまり今、ちょっとちゃんと働けてない、働き不足とか思ってる人がいたら、あんまり心配しなくていいと思います。というのも、私たちは多分、ガチでやばいってなったら働きますよね。この本当に来月、銀行の中のお金がゼロで、家賃も払えないかもしれない、路上生活になってしまうって思ったら、多分絶対頑張って働くと思うので、今あんまりやる気が湧かなくてダラダラしてしまうなっていう人がいたら、まあそれはそれだけ今余裕があるっていうことなので、それをそんなに焦って心配しなくてもいいかなと思います。やばい時が来たらやればいいんです。はい。もしかしたらその時になったら後悔するかもしれないけども、それで後悔したら学ぶので、じゃあ次回はもうちょっと前もってやろうとかいうふうに、こう、身をもって学ぶので、それはそれでもういいんじゃないかなって思っています。はい。なんかだらだらと話してしまいましたが、皆さんはどうでしょうか。今回フリーランサーの話したんですけれども、もしかしたら会社員で9時5時で働いていたとしても、私と似たような悩みがあったりするんですかね。ちょっと気になるので、皆さんの仕事の状況と悩みとか解決法をぜひコメント欄で教えてください。それでは最後まで聞いてくれてありがとうございました。また次のエピソードでお会いしましょう。If you want to learn Japanese more interactively, you can find the best teacher for you at Saya Japanese School, a quality-first online Japanese school founded by me. Visit sayajapanese.com for more information. Thanks for your support and happy learning!